こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。今回は諦めることの大切さについてお話ししたいと思います。諦めてはいけないと言われた経験は私たちの多くにあるでしょう。確かに努力を続ける姿勢や粘り強さは大切な美徳です。ただどんな場面でも踏ん張り続けることが最善とは限りません。今回のトークでは諦めるという行為の本来の意味をたどりながら、自分自身や周囲の人、社会との関わりの中で健全な諦め方を考えてみます。諦めると聞くと、多くの人は投げ出すとか放り出すといった後ろ向きな印象を持つことだと思います。でもこの言葉の成り立ちをたどると、全く違う景色が見えてきます。諦めるは仏教の怠という言葉から生まれ、もともとはサンスクリット語で真理を指す表現に由来します。本来の意味は、物事の真理を明らかにし、ありのままを見極めるというものです。つまり、諦めるとは、投げ出すことでも逃げることでもなく、現実を正確に受け止める姿勢を指します。今の自分の置かれた状況や相手の姿をありのまま見つめ、これが真実なのだと受け入れる行為です。また禅には定観という言葉がありますが、これは物事の本質を悟り、執着から離れた穏やかな心を意味します。このように考えると、諦めるという行為は決してネガティブなものではありません。諦めてはいけないと強く思い続けるときほど、実は現実を受け入れられず、届かないものに縛られていることも少なくありません。本来の意味で諦めることができたとき、執着から解放され、新しい可能性や次の道が見えてくるでしょう。人生の中で最も大切な諦めは、自分自身に向けられるものかもしれません。ここで言う諦めるとは、自分の能力や適性、そして限界を冷静に受け止めて、ありのままに認めるという意味になります。例えば、30代半ばのある男性は、長い間プログラミングの技術を身につけようと必死に努力を続けてきました。プログラミングさえできれば安定した職に就けると信じていたからです。その思いから週末にはオンライン講座を受け、技術書を読み、夜遅くまでパソコンに向かう日々を送っていました。けれども、どれだけ時間をかけても上達した実感がつかめず、挫折感ばかりが募っていったそうです。そんなある日、彼はふと気づきました。自分はコードを書くより、人と関わりながら企画を進めたり、チームをまとめたりする方がずっと楽しいと。そして自分はプログラマーには向いていないと認めた瞬間、肩の力がふっと抜け、ほっとした気持ちになったといいます。その後、彼は対人スキルという強みを生かして、プロジェクトマネージャーの道へと進み、今では生き生きと働いています。これは良い意味での諦めだと言えるでしょう。自分の適性を見極め、本当に力を発揮できる分野に集中した賢明な選択だったからです。私たちは時にできないことをできるようにならなければと無理を重ねて、膨大なエネルギーを費やすあまり、本来伸ばせるはずの強みを育てる機会を逃してしまうことがあります。完璧主義から解き放たれることも大切な諦めの一つです。
家事も仕事も育児もすべて完璧にこなそうとする母親が心身ともに疲れ果て燃え尽きてしまうケースは少なくありません。全部を完璧にはできないという現実を受け入れ、今日は掃除は諦めよう、手抜き料理でも良いと思い切って力を抜くことが心身の健康を守るためには必要なんです。できることには精一杯取り組み、できないことは潔く手放す。この取捨選択があるからこそ、限られた時間とエネルギーを有意義に使えるんです。人間関係の悩みの多くは、相手に対する過剰な期待から生まれます。特に親しい関係であるほど、分かってくれるはず、こうしてくれるべきと求めてしまいがちです。そしてその思いが叶わないと失望や怒りが湧いてきます。けれども他者を諦めるという視点を持つことで、人との関わりは驚くほど穏やかで心地よいものに変わっていくでしょう。結婚20年を迎えた夫婦の話があります。妻は長い間、夫が自分の気持ちを察して動いてくれることを期待していました。でも夫はもともと細やかな気配りが得意ではありませんでした。妻はどうして私の気持ちがわからないのと苛立ち、夫は何を求められているのかわからないと戸惑い、そんなすれ違いが続いていたんです。転機は妻がこの人はそういう人なのだと諦めた時に訪れました。察してもらうことを期待するのをやめ、必要なことを言葉で伝えるようにしたんです。来週の記念日に夕食に行きたい。今日は疲れているから皿洗いをお願いできると伝えると、夫は喜んで応じるようになりました。すると2人の関係は次第に穏やかで温かなものへと変わっていったんです。妻は相手を変えようとするのではなく、そのまま受け入れたら関係が良くなったと振り返ります。この考え方は家族以外にも友人や職場の人間関係に広く当てはまるでしょう。親友ならやってくれて当然といった過剰な期待を手放すことで、相手の事情を尊重できるようになります。誰もが同じ価値観で生きているわけではありません。相手を自分の思い通りに変えようとするのではなく、この人はこういう人なのだと受け止めること。その諦めは相手への敬意であり、人間関係をしなやかに保つための知恵と言えるでしょう。私たちは時に自分の力ではどうにもならないことに心を揺らされます。天気や社会の動き、他人の振る舞いなど、どれだけ努力しても変えられないものに気づかぬうちに心を奪われてしまうんです。けれども世の中にあるどうにもならないことに執着していても何も良いことはありません。自分の力ではどうにもならないことを諦める姿勢は心の安らぎを守るために欠かせません。ある若手社員の話があります。彼は会社の非効率な仕組みにいつも苛立ち、どうしてこんな無駄な手続きがあるのか、もっと合理的にできるはずだと何度も改善案を出していました。でも組織の壁は厚く、なかなか受け入れられませんでした。そのうちイライラが募り、仕事への意欲まで薄れていったそうです。そんな時、先輩から「
大きな組織はすぐには変わらない。自分ができることだけやればいいとアドバイスされました。その言葉をきっかけに、彼は考え方を切り替えました。会社全体を動かそうとするのはやめ、自分の担当の中でできる小さな改善に集中したんです。するとストレスは驚くほど減り、自分にできる小さな変化が積み重なっていくと、仕事への充実感まで戻ってきました。この見方は社会の不条理や理不尽さに対しても同じです。政治の動き、経済の変化、社会の不公平に怒りやもどかしさを覚えるのは自然なことでしょう。でも個人の力で変えられる範囲には限りがあります。投票や署名など自分にできる方法で社会に関わることは大切ですが、自分の力ではどうにもならない事柄に執着し、怒りや不満を抱え続けるのでは、結局は自分自身を苦しめるだけです。古代ギリシャの哲学者エピクテトスは、変えられるものと変えられないものを見分けよと述べました。私たちが本当にコントロールできるのは自分の考え方と行動だけです。それ以外の多くのことはどれほど悩んでも変わりません。この事実を受け入れられたとき、無駄にエネルギーを消耗することなく、自分にとって大切な事柄に力を向けられるようになるでしょう。諦めることの本当の素晴らしさは、それが新しい可能性への扉を開くことにあります。一つのことに強くこだわっている間は、どうしても他の選択肢が見えにくくなるものです。でも執着を手放したとき、視界がふっと開け、思いもよらない道が見えてくることがあります。かつて画家を目指していた男性がいました。40歳を過ぎても思うような成果が得られず、経済的にも精神的にも追い詰められていたそうです。画家になるという夢を諦めることは、自分の存在そのものを否定するようで、長い間苦しみ続けました。それでも生活のために始めたグラフィックデザインの仕事を続けているうちに、そこにも自分の創造性を生かせる喜びがあると気づいたんです。画家としての成功の夢を手放したことで、彼はデザイナーとしての才能を開き、今では生き生きと働いています。そして画家にはなれなかったけれど、自分にとって本当に大切なことは実現できたと穏やかに語ります。手放すことは決して敗北ではありません。思い描いていた形とは違っていても、心の奥にしまっていた願いが別の形で花開くこともあるんです。執着を手放したとき、私たちは自分を縛っていた思いから自由になり、新たな可能性へ踏み出す力を取り戻せるのではないでしょうか。最後に、諦めることと自己需要の関係について考えてみます。私たちが何かに強くこだわる背景には、こうあるべきという理想の自分や、こうでなければ価値がないという思い込みが潜んでいることが少なくありません。その理想像を手放し、不完全な自分をそのまま受け入れることこそが、本当の意味での自己需要につながるんです。もっと頑張らなくては、成果を出さなければ、立派な親でなければというような
理想に縛られている限り、心はなかなか満たされないでしょう。でも、今の自分はこれでいいと諦めることができたとき、胸の内に静かな安らぎが生まれます。諦めることでありのままの自分を否定せず、優しく受け止められるようになるんです。すると不思議なことに心はゆっくりと満ちていきます。自分を受け入れられるようになると、他人や社会に対しても自然に寛容さが芽生えるものです。完璧ではない自分を認められる人は、他者の不完全さにも温かく寄り添えるようになるからです。そうして育まれていく関係は、これまでより穏やかで深いものになるでしょう。諦めるという行為は、現実を見つめ、弱さや未熟さを抱えたままでも前に進むための力になります。それは逃げることではなく、今の状態を受け入れる勇気であり、執着という重荷を手放し、地に足をつけて生きるための知恵なんです。今回は諦めるということの本来の意味を探りながら、自分自身や周囲の人々、そして社会に対して健全な諦め方について考えてみました。本当の意味で諦めることを理解している人は、無駄な努力に心をすり減らすことなく、自分の力を最も発揮できる場所に注ぐことができます。人間関係においても、不必要な期待や失望に振り回されることがなくなり、互いの違いを認め合いながら、理解と尊重に基づいた関係を築けるようになるでしょう。また、コントロールできないことへの執着を手放すことで、心の平穏を保ちながら、自分にできる貢献へと自然に意識を向けられるようになるでしょう。諦めることは終わりではなく、新しい始まりです。それはより賢く、より自由に、そしてより幸せに生きるための知恵と言えます。あなたも今日から諦める力を少しずつ育ててみませんか？執着を手放した先に広がる軽やかさをきっと実感できるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。